ダランベール法はバカラやルーレットなどのカジノゲームで使えるベッド戦略の一つです。別名ピラミッド法とも呼ばれます。ローリスクローリターンゆえ堅実に稼げるベッド戦略であり、覚えておくとゲームの儲けが安定します。また小学校1年生レベルの簡単な足し算と引き算で済むため、ほとんど頭を使わずに活用できるのも特徴です。詳しくは固定コメント欄をご確認ください。ダランベール法には大きく分けて3つのメリットがあります。第1にリスクが小さい点です。ダランベール法ではベッド額が1単位ずつしか増えないため、いきなり高額をかけて全ての軍資金を失う心配がありません。第2に勝ち負けが五分であったり負け越していたりしても利益が出せる点です。通常何も考えずにプレイしていたら勝ち越さない限り利益は出ません。ですがダランベール法なら勝ち越さなくても利益が出るケースもあります。第3に結果が出るまでプレイを続けやすい点です。他の攻略法では結果を出す前にカジノゲームのベッド上限額に引っかかってしまうこともあるでしょう。しかしダランベール法ではベッド額がさほど上がらないため、ベッド上限額に引っかかることなく結果を出せます。一方でダランベール法には3つのデメリットがあります。第1に大きくは稼げない点です。ダランベール法はベッド額を控えめに上げる戦略であり、どちらかというと石橋を叩いて渡りたいプレイヤー向けです。そのため派手に儲かる期待はしない方が良いでしょう。第2に損失が出る可能性がある点です。確かにダランベール法は堅実に稼げる戦略ですが、完璧というわけではありません。具体的には最初のベッド額が低い場合と運悪く負け続けた場合に損失が出る可能性があります。第3に長期戦になり時間がかかる点です。負けが続いてそれを取り返すために長期戦になるとゲーム時間が長くなりがちです。そのため十分なゲーム時間を確保できないプレイヤーには向いていません。ダランベール法の使用には条件があります。それは2倍配当かつ勝率がほぼ 50% のゲームで実践することです。あるいは特定のベッド方法を用いることでこの条件を満たしても構いません。ゲームの例としてはバカラのプレイヤーベッドやバンカーベッド、ルーレットの赤黒、奇数偶数、ハイロー、ブラックジャックのヒットスタンド、そして超反博打の超半が挙げられます。それではダランベール法の具体的なベッド方法を解説します。まず1ゲーム目のベッド額を決めましょう。これが大きいと儲けは増えやすくなりますが、途中で資金が枯渇してしまう可能性もあります。運用資金の100分の1程度にしておくのがおすすめです。次に1単位のベッド額を決めます。これは先ほどの1ゲーム目のベッド額とは別物です。目安として1ゲーム目のベッド額の 10% 程度にすると良いでしょう。これ以降はゲームに勝ったらベッド額を前のゲームよりも1単位減らし、負けたらベッド額を前のゲームよりも1単位増やすだけです。例えば1単位のベッド額が1ドルで前のゲームで10ドルをベットしていたとします。この場合勝ったら9ドル、負けたら11ドルを次のゲームにベットします。そして満足がいく結果が出たタイミングでゲームを切り上げましょう。ここで実際にダランベール法を使ってゲームをプレイしてみた結果を紹介します。今回はルーレットで赤だけにかけ続け50回プレイしてみました。ちなみに最初のベッド額を10ドル、1単位のベッド額を1ドルにしています。その結果25勝25敗となり、勝ちと負けが均等になりました。ですがゲーム前には200ドルだった資金がゲーム後には225ドルとなり、25ドルも増えています。勝ち越したわけでもないのに最終的には利益を出せてしまうというダランベール法らしい結果となりました。詳しくは固定コメント欄をご確認ください。今回はダランベール法について解説しました。使い方が分かりやすく堅実に稼げる戦略なので、テーブルゲームで遊ぶときに早速活用してみましょう。